皆様ごきげんよう、宮豆さなです。この音は一体。あれは、野生の B29 がこちらに接近中。ちょうど冷戦を飛ばしましたが、冷戦では B29 の高度まで40分以上かかります。それに対して B29 は高度1万メートルを悠々と飛行中。空中警報、まんじゅうたちを今すぐ退避するんだ。微動だにしませんね。私が作った東京駅の模型が B 港に燃やされてしまいました。後で直しておきます。野生の B 港名。こうなったら伝説の迎撃機で対抗するしかありませんね。さあ皆様こちらへどうぞ。ご覧ください。こちらが伝説の戦闘機、その名も極地戦闘機神殿です。従来の我が戦闘機では高度1万メートルに達するまでに熟練パイロットで数十分から1時間がかかりました。しかし神殿なら高度8000メートルまで10分30秒で到達することができます。航続距離は短いですが圧倒的な上昇力を重視した機体なのです。エンジンは最新鋭の三菱ハ43は2130馬力を発揮可能。後方にあるプロペラは6枚、神殿量産の暁には4枚になるはずです。機種には航空機としては極めて重武装の30ミリ機銃を4機も搭載。こいつの射撃が空の要塞を打ち砕きます。大戦末期、悠々と空を飛び続ける B29 を完全に阻止できる日本機はありませんでした。あの時の悔しさは未だに忘れられません。しかし、この神殿ならば空の要塞 B 港、恐るるに足らず、早速出撃していきましょう。メサコー！あれはえらいこっちゃメサコですね。後で観察しておきます。はい。回せ神殿、前期発進せよ。現在、高度5000、6000、7000、8000、9000、1万、ご安心ください。神殿は高度8000メートルまで10分30秒で到達可能。さらに実用上昇限度は1万2000メートルです。これで敵爆撃機の上を取っていきます。前期、死者を開始せよ。これがほぐれるぜ。神殿はプロペラが後方にありますので、通常の戦闘機のようにそのまま薬莢は排出されずに、断層と隣り合わせの収納箱に薬莢を回収する仕組みになっております。よし、ここが雲の上か。敵機の情報から一気に攻撃開始。でかい、まるでクジラですね。私たちはイワシかよ。いや、おまんじゅうだ。プーじゃねえよ。前期突入。相手が白流すなら神殿はシャチと思え。敵の陣形の一角を突き崩すんだ。砲火を集中しろ。撃って撃ちまくれ。プーじゃねえよ。敵の弾幕が。ご安心ください。神殿の防弾性能は完璧です。操縦室の風防正面内部の防弾ガラスに加え、神殿は機銃弾倉の前方、胴体の一部は16ミリ厚の防弾鋼板になっていたほか、操縦室の床下及び主翼内の燃料タンクもゴム被膜の防弾タンクとして自動消火装置も配置されるなど、生存性を重視した設計がされ、B29 を迎撃するのに十分な防御性能を備えていたのです。そして神殿では主翼よりも前翼の方が重要。これは単に通常の型の戦闘機の主翼を前に持ってきたというものではございません。通常水平尾翼はほとんど揚力を発生しませんが、神殿の前翼は揚力係数が主翼以上に大きいのが特徴です。
はい、各動翼は一般的なハフバリの外皮ではなくて、全てジェラルミンの外皮とされ、時速740キロの高速を発揮するのにふさわしい設計となっているのです。あ、バスコダメさー、被弾しすぎましたね。早く脱出するんだ。バスコダメさー、後で救助しておきます。まあエンティ空機の問題は同機体から脱出するかでしたが、実は今はおまんじゅうの電動不足。神殿は非常時はプロペラを爆破できる仕組みが作られておりました。このように神殿はエンティ空機の欠点を改善していたのです。よし、前期撃墜やってくれたな、神殿。はい、ということで本日は幻の名機と言われることもある極地戦闘機の神殿の全貌に迫ってまいりましょう。こんにちは、メサノアイです。セマセです。中佐、この戦闘機は日本に存在して本当に飛んだのでしょうか？神殿は日本の戦闘機で実際に飛行しているし、理論的には時速 740km を発揮可能ですが、まあそれについての説明は少々長くなるかもしれんが、ついてきてほしい。はい。それでは始めていこう。時代は1930年代。列強各国の技術者たちは将来エンジンの出力が限界に達すると同時にプロペラ推進効率も空気力学的に限界が来ると予想しており、700キロがその限界と考えていたようだ。700キロ、神殿の最高速度は740キロ、700キロを超えていますね。そういうことですが、神殿は新たな航空機の形としてエンテ型と呼ばれるエンジンを胴体後部に後ろ向きに固定し、プロペラを推進式に動かす形式が採用されています。これだとプロペラの後ろには何もないため、空気抵抗源の効率が高く、さらに機種を絞り込ませて空気抵抗を下げることができるため、時速700キロを上回ることが理論的には可能となったのです。世界初のエンテ型戦闘機はイタリア空軍のアンブロジーニ SS4 戦闘機で、こちらは1939年に完成。アメリカ軍でもカーチス XP55 アセンダーが同年に試作されました。しかし両機とも搭載エンジンの出力が低い上に設計部にも未熟で、エンテ型機の有用性を実証することはできませんでした。そうすると日本ではエンテ型機の開発は行われていなかったのですか？残念ながら昭和初期までは我が国の航空産業は他の列強に比べると大きな遅れをとっていた。日本も産業革命100年の遅れを取り戻そうとしたが、まだ西洋との差はあったということですが、しかし我が国の航空技術は昭和に入ると急速に進歩を遂げ、1936年には96式艦上戦闘機、1940年に0式艦上戦闘機の生産が開始されるなど、急激な進歩を遂げることになります。そんな時代の中で登場したのが海軍航空技術省、通称空技省の飛行機部設計課に属した鶴野正義技術隊員です。あれ、鶴野技術隊員はパイロットの方が開発を担当したということでしょうか？実は鶴野隊員は我が国における数少ないパイロットエンジニアというべき人物です。鶴野隊員は後の傑作機銀河の強度計算を担当しながらも、昭和16年1941年7月から1年間練習航空隊で戦闘機の操縦技術を学ぶことになります。設計者兼パイロット、文武両道なすごいお方ですね。ただパイロットの経歴はそこまで長くはなかったということでしょうか？その点は確かに痛い指摘ではあるな。果たして1年間の操縦訓練で戦闘機の操縦のいろはを学べるか、期間的には短すぎることは確かですが、まあそれはともかく、とりあえずこの経験が神殿の開発に大いに生かされることになったのは確かです。鶴野隊員は今次対戦開戦後もエンテ翼機の有用性を主張し続け、昭和18年1943年についにその念願が叶う機会が訪れることになる。それでは鶴野隊員発案のエンテ翼機を見ていただこう。これは
神殿、大きさ的には同じくらいですが、何か様子が違うような。こちらは MXY6 と呼ばれるエンテ翼機の性能を実験するための試験機になります。これは本当に飛んだのでしょうか？ただ、あくまでも MXY6 はグライダーなので別の曳航機を必要とする。これで空力特性を見極めようとしたわけだ。この MXY6 は昭和19年、1944年1月から木更津基地に搬入され飛行試験を開始し、実際に鶴の大尉が操縦して空力特性を見極めた結果、エンテ翼機は実用に十分通用するという判断が下されることになります。1944年1月でもまだ神殿は影も形もないのですね。この時期になると戦況は急激に悪化していたのだが、かえってその状況が神殿の現出を早める結果になった。MXY6 の飛行試験が始まって1ヶ月後の昭和19年2月に海軍は鶴の大尉に設計試作を内示し、5月には試作発注がされるに至った。一人の技術大尉の個人的な構想が海軍航空を挙げての一大プロジェクトとして動き始めたのは快挙と言える。それだけ逼迫していた状況だったのだがな。また厳密に言えば、海軍はエンテ型という呼称は使わずに全翼型と命名し、試作名称は18式極地戦闘機神殿と決定したのです。鶴の大尉は空技省に所属していたそうなので、やはり開発は空技省だったのでしょうか？いや、実は空技省では新型機の開発で手が回らなかったため開発は九州飛行機が担当した。九州飛行機では140名を編成して空技省から出向という形で来社した鶴の大尉とともに設計が始まります。140名、かなりの規模だったのですね。そして神殿は速力と上昇力を重視した極地戦闘機として性能要求が海軍から出されたのだ。性能だけ見れば対爆撃機に対して極めて強力な戦力になったことは確かだが、もう少し神殿の性能を見るとしますか。どうもです。現在基地に帰還中です。メザミー。後で共有しておきます。あれはムスタング。厄介な敵に見つかってしまいました。神殿の舵は重たいですね。とても運動性がいいとは言えません。こうなったら神殿の速力で。あれ、ムスタングとあんまり変わらないような。伝説の名戦闘機だったはずの神殿がムスタングごときに遅れを取るとは。これはもう少し検証をしてみるしかありませんね。中佐、バーチアル空間での神殿はムスタング相手にかなり苦戦しているようですね。神殿の性能の結論を言ってしまえば、確かに実用化できれば有力な戦力になったことは確かです。しかし、終戦が長引いていれば F8F ベアキャットや P51 も H 型が登場することになります。これら機体は総合的な性能で神殿に勝る可能性もあり、そうなると神殿は B29 の迎撃に集中することは困難になってしまう。それで神殿の実戦での結果はどうだったのでしょうか？神殿は実戦で活躍したと言いたいところですが、そもそも神殿は一応飛べる状態になった機体ではありますが、実戦は経験しておりません。なんですと？それは愚か、テスト飛行中に終戦を迎えてしまったのです。神殿は昭和20年、1945年6月中旬に九州飛行機の雑所の熊工場にて完成したものの、各部の不具合修正に約1ヶ月を要します。そして7月下旬には地上で複数滑走試験を実施。8月3日に初飛行に成功することになりました。ただし武装は未搭載、燃料は少量、膠着装置も出したままという状態で、時速に 150km 程度で約15分間飛行したに過ぎなかったのです。その後6日、8日にも同様な試験飛行を行い、10日過ぎから本格的な飛行試験を開始する予定としていたものの、昭和20年8月15日に終戦を迎えることになります。本格的な試験すら実施できていなかったのですね。通常の戦闘機では数年間にわたる開発期間が必要であるから、神殿はわずか1年と少しで初飛行にこぎつけることに成功したとも言える。
が、幻の名機はまだまだ多くの課題を残していた可能性が高いのですね。そして神殿の設計で気になる点はいくつか存在している。一つはやはり長すぎる前脚だ。設計的に仕方ないとはいえ、前脚は 1.8 メートルと大人の背丈よりも大きい。重量も3本合わせて 260kg に達しており、問題点として指摘されていた。でも、それだけなら、神殿の実用化はすぐにできたのかもしれません。そう言いたいところではあるが、実は神殿最大の問題はエンジンの冷却と考えられます。操縦室の横に縦長の浅い空気取り入れ口を設けて、ダクトで導いて発動機全周に均等に冷却空気が当たるようにしたが、長い時間全力運転した時にどうなるか分かりません。エンジンを後部に搭載した機体は軒並み冷却に悩まされたことを考えると、大きな問題になった可能性はかなり考えられますが、日本機といえばやはりエンジンに問題を抱えていることが多いような気もするのですが、神殿は大丈夫だったのでしょうか？神殿は2000馬力を発揮でき小型の誉れエンジンが候補になったものの、誉れエンジンは厳しい運用をした場合不調を頻発したとされ、鶴の大尉は三菱が実用化を進めていた2130馬力のハヨン342型を選択している。ハヨン3は確かに最大2130馬力を発揮可能かつ当時の主力エンジンだった誉れよりも信頼性が高いと言われることもあるエンジンだが、そもそもハヨン3は誉れよりも1年間後発のエンジンというだけあり、さまざまな課題を解決する途上にあったエンジンと見られている。誉れと同様に信頼性に問題を起こした可能性は十分考えられますが。なるほど。神殿はたとえ実用化しても随所に問題を抱えた可能性が高く、エンジンもまだ試作段階の域を出ていなかったということなのですね。残念ながらそう考えた方が妥当ですが、神殿は多くの技術者が昼夜を問わず必死に開発し、驚異的な速さで形となった機体であることは確かであり、当時最先端の航空技術を惜しみもなく投入した機体でした。しかし新型機特有の問題を解決するための時間は全く残されていなかったというのもまた現実の一つと言えるでしょう。そして神殿はテスト飛行しかされておらず、実際にどんな性能を発揮したのかそれを完全に知ることはできないのです。この神殿は後方にプロペラがありませんね。これは幻の戦闘機神殿のさらにその幻、神殿ジェットではないか。神殿はテスト段階で開発が終了してしまったものの、さまざまな逸話も存在している機体だったりします。その一つがジェットエンジンを搭載するといった計画です。厳密に言えば実際に計画されたというわけではないのだが、今回は動画も長くなっているし、これくらいにしておこう。ということで本日は幻の極地戦闘機の神殿を特集してまいりました。幻の名機と言われた神殿の評価は今日ではなかなか厳しいものになっているのも実情だったりいたします。ただもし実用化していたら大きな活躍をしたと連想させるようなデザインは神殿の大きな魅力であり続けております。皆さんは神殿についてどう思われますでしょうか？もしよろしければコメントで教えてください。次回の神殿ネタは神殿ジェット。こうご期待くださいませ。ということで、こういった分野に興味がございましたら、我がチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた皆様次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。